森に住む竜とは、森に生まれ、森を愛し、森と共に生きる人だった。また、竜とは星を見る人でもあった。星を見上げては祖先の記憶に思いを巡らせ、いつも長く対話した。竜だ、竜だ。我が母なるクワクルワンカ。竜という大地がその役目を終えようとしている。役目を終えるとは、万物には命がある。それは朝日が昇るように始まり、日没と同じようにやがて終わるのだ。お前の手にした槍も転がる石の一粒も全てに与えられた権利なのだ。私たちはどうなりますか？父は、母は。共に千の年月の休息に入るがよ別の道もあるのでしょうか？ならば上を見るのではない。大地を踏み、大地に従いながら前だけを見て歩き続けるがよどこまで？大地の果てまで。それが最善の道であるならば従いましょう。下を見よ。それは森の黄金の砂。一握りを手にして息を吹きかけよ。その鳥たちがお前を見守り祝福するであろう。さあ行け。竜とは歩き始めた。月の精の言った通り、振り返ることなく歩いた。雨が降ることもあった。しかしそれでも竜とは歩き続けた。雨は時には竜とに潤いをもたらし、時には消耗させた。すべては大地の命を救うために。大地の果てを目指して、幾日も幾日もただただ歩き続けた。そして竜とは一人の老人と出会った。お若いの、どこへ行きなさる？大地の果てを目指しております。大地の果てをの道をご存知でしょうか？それならばゴルゴンの門をくぐるがよい。ゴルゴンの門？さよ。それより先がお前の求める大地の果てにつながる道だ。この好みを持って行け。それがお前の目的の道を照らし出すだろう。竜とは老人に礼を言うと再び歩き始めた。道は険しく容赦なく襲いかかった。足の肉は裂け、爪は剥がれ落ちた。しかしただのひとときも歩みを止めることはなかった。すべては大地の命を救うために。そして竜とは一人の騎士と出会った。かような道を一人でどこへ行きなさる？騎士よ、私はゴルゴンの門へ向かっております。ならば行き先は同じだ。それ、目の前に見えるのがその門だ。そこは不気味な場所だった。辺りは青白く、獣の臭気が漂っていた。人の顔をした大きな岩が次々に人を飲み込んでいく。ここがゴルゴンの門だ。皆ここをくぐり、戦に行くのだ。騎士が言った。恐る恐る門をくぐると、そこは世にもおぞましい光景だった。太鼓を一つ鳴らせば火の柱が一つ。太鼓を二つ鳴らせば火の柱が二つ昇った。驚いた竜とはその場から逃げるように立ち去った。お前が見たものは大地の真ん中よ。なぜあのようなことをするのです？それが人というものだ。大地の果てを目指すならばそこを通過しなくてはならん。さあ時間がない。行くのだ。
その昔、大地に一本の線を刻んだ者がいた。それは信じる者の違いを区別する線だった。やがて線のこちら側にいる者は線の向こう側を、向こう側にいる者はこちら側を欲しがるようになった。こうして戦が始まった。空は痛みの色で染まっていた。大地は裂け、怒りとともに轟音がうなった。歩みを始めて数日、竜とは幼い少女に出会った。竜とは少女に歩み寄り、なぜ泣いているのかと尋ねた。少女は、父や母と共に列車に乗るはずだったが、自分だけは乗り遅れてしまったのだと答えた。ならばこの先の道は共に歩こう。お前が示す道は我が運命。我が指し示すはお前の益となろう。少女は静かにうなずくと涙を拭い、竜との後に続いて歩き始めた。人はなぜつがいなのか。不完全だからだ。不完全であるがゆえに、自分以外の誰かに寄り添い生きてゆかねばならない。それは愛というものに違いない。人であるがゆえに人を愛し、人であるがゆえに人を恐れ、恐れはやがて自分以外の誰かにその矛先を向けることになる。彼らの築き上げた文明は、彼ら自らの手で完膚なきまで叩きのめされ、崩壊したのだった。竜とは老人にもらった好みを手に取ると半分に割り、その片方を少女に分け与えた。少女は再び歩く活力を得た。鳥がやってきた。鳥もまた空腹そうだったので、手にした好みをさらに半分に割り、その片方を与えた。わしはこの時を1000年もの間待ち続けたのだ。これよりはわしがこの大地の支配者となる。お前は何者だ。わしはお前たち人間の作り出した憎しみだ。竜とよ、我々はあなたに食べ物を与えてもらった者たちです。大地の砂を使いなさい。セロ憎しみ憎しみは去った。竜とと少女は再び歩き始めた。すべては大地の命を救うために。時折地上にゆらゆらと降り注ぐ雪は、星となった祖先の魂なのだろう。そうやって彼らはこの大地との会話を楽しんでいるのだ。歩き続ける二人は、やがて大地の噂となった。噂を聞きつけ参じたのは、あの時の騎士だった。騎士は槍を開拓の道具に持ち替えていた。噂は噂を呼び、多くの者が力になりたいと二人のもとに集った。種族の壁はもうそこにはなかった。皆同じ目的のために歩いた。すべては大地の命を救うために。そして丘にたどり着く頃、彼らはとても美しい都市にたどり着いた。これは夢か幻か。都市に住む人々は快く彼ら旅人を受け入れた。竜と少女は彼らに礼を言い、別れを告げると、大地の果てを目指してなお歩き続けた。
月の精霊クワクルワンカよ。私は数えきれぬ年月旅をしてきました。しかし大地の果てなどという場所はどこにもありませんでした。一体私たちはどうすればいいのでしょうか。クワクルワンカよ。竜とよ、私は今こそ私自身の仮面を取り、お前に素顔を見せよう。あなたは一体誰なのですか。我々の名はネフィリム、太陽の種族である。ネフィリム。私はずっとお前たちを観察してきた。人はあらゆる境界線を大地に刻み、その線を越えてはいがみ合う愚かな種族だ。しかし愛する者のために黙々と歩き続ける種族であることも分かった。大地の果てというのは。お前自身がもう気づいているはずだ。大地に終わりなどない。お前の立っている場所が大地の始まりにして大地の果てなのだ。お前が最初の一歩を踏み出したその時から、お前が歩みを止めるその時まで、お前たちが何をするかで大地は怒りもすれば微笑みもする。憎しみが去った今、大地は活力にあふれている。あの太陽の彼方が見えるか。はい。あの太陽の彼方の地平こそ、私がお前たちに与えるたった一つの境界線だ。さあ、森に帰るがよい。そして未来永劫幸せに暮らすのだ。そう言うとネフィリムは去った。見れば水平線よりまばゆいばかりの朝日が昇る瞬間だった。竜とよ、さあ日の出の時間だ。また新たな朝が始まるのだ。森へ帰ろう。そこは素晴らしいところだ。父や母にお前を会わせたい。少女は静かにうなずいた。森に帰った二人はその後結ばれ、幸せに暮らし、私の祖先となった。初めて空から大地を見下ろした人間は、その大地の色を青い色に例えたという。彼は気づいていただろうか。この空もまた青の輝きを放っていること。その輝きは黄金にも勝る遥かな輝きであること。そしてその空を誰もが同じように眺めている